次は飛び森の鬼嬢さんですかね。死ぬのが怖くて仕方ありません。生への執着をなくせば恐怖はなくなるということは分かっているのですが、どうしても執着を捨てきれません。自分という存在が消え、そしてもう二度と目覚めることがないという事実を受け止められません。僕はどうしたらいいのでしょう。どうですか。俺は絶対死なそうと思ったらあんたは相当苦しむでしょうね。だから執着は捨てられません。あんた執着するものは全て無常でしょ。執着やってもあなたの手から離れますからね。肉体に執着したって肉体は毎日置いていくでしょ。だから執着不可能なものに執着していて、それで相当苦しむんですね。悩むんですね。その上死にたくもないと言ってるんだからね、死のおかげで生きてるでしょ。だから死っていうような物事は消えて新たなものを生まれるんです。生きるということはそういうことなんだ。から死がないと死は成り立たないんです。瞬間瞬間人が死んで生まれるんだよということを理解すればね、大したことはないね。今日はすごいことやったと思ったっても瞬間死んで明日は別種な人間やとね、明日もすごいことできるわけじゃないですよ。今日ははちゃめちゃ褒められましたと。明日はちゃめちゃ非難侮辱受ける可能性もあるしね。だからその日でその字でその一分の命でしょ。死の感謝はそんな怖いとかね、そんなに低次元的なものじゃないんですね。これね、怖いっていうのは自分が妄想で作った希望ですね。希望というたるものは一つも叶わないものなんです。希望する権利ないんです。能力もないんです。なのに我々は妄想でいろんな希望を作るんです。それでその希望と死という概念が噛み合わなくなっている。このような思考を持っている人々の言ってる死もろくなことじゃないんです。哲学的な死を見てるわけじゃないんです。ただ病院で人が息が止めること、ただそれだけやと思ってるんです。そこまで死んでいくんだから、決して生まれた人は知らんでしょうね。いつでも死ぬとき別人ですよ。この方でも死ぬことはすごく怖くて仕方ありませんって言っても、死ぬ時期になったら、何のこともないと思うんです、可能性ではなくて。これよりは死んだ方が良いやと。だってベッドで動かないわってもう足も何も動かないわ、もう食べられないわ、もう早くも体調が修復してうなぎ食べられるようにともうないんですね。もうがんでいろんなことでもう全部早期停止しているでしょ。そうするとその苦しみを見ると
やっぱり全部止まった方が良いと思うんです。だから末期状態ですっごいしると苦しんでる人は生きてるから苦しいんです。例えば肺にがんがあってで肺のちっちゃなデコボデコボありまなんか穴とかね、そこはもう不在じゃって、だから酸素は入らない。ものすごく苦しいんです。無理やり機械でこの人の呼吸させても酸素の交換はなんとか起きるだけで面積が極力小さくなってます。酸素を受けるところが。で苦しいでしょ。なんで苦しいか。肺がいまだに機能しているからなんです。ほんのわずかでも。生きてるからでしょ。それがこうなんです。その時は全て止まった方が楽やと思う可能性もあるし、思わなくたっては止まります。前の説の何かに説明したようにね、だから死だけ確実性ですから、そのプログラム組んでくださいよ。死ぬまでどうなるのかと。こんなくだらんこと、のんきなことを考えて妄想する場合じゃないんです。一秒一秒あなたの寿命が縮んでいくんです。だから死ぬまでの生きる計画プログラムをね、休ませ実行しなくちゃいけないと思います。はい。はい、ありがとうございます。仕事で問題が起きてそれなりに対応して一段落しほっとしても、また別の問題が発生します。その、問題が起きて対応してまた別の問題が起きるというパターンに疲れうんざりしたような気持ちになる時があります。お布施や戒律を守ったり瞑想しても自分の外側の世界で問題が起きなくなるということはないのでしょうか。そしてどのような心構えが問題に対応する際に必要になりますか。まずあなたおっしゃってる通りですよ。世の中ってそういうことなんですね。問題対応してね、そこを解決したら次の問題、そこを解決したらまた次の問題。何の今はない普通の生き方なんですね。ですからまあ自分自身でねお布施をしたり戒律をあって自分自身のプライベートな人生ね、この問題ある人生っていうのは公の人生でしょ。会社の人生、家族の人生が公なんです。ペーソナルライフじゃないんです。ファミリーライフとかね、ソーシャルライフなんです。でファミリーライフ、ソーシャルライフの場合は問題しか何でもないんです。もうほんでみんな解決してくれると期待しているんです。期待に応じて解決してあげたら別な問題が来るんです。だからこのソーシャルライフはそういうことなんです。だから自分のプライベートライフと自分だけに限った生き方はお布施したり人を助けてあげたり戒律を守ったり怒らないで、明るく微笑んでパーソナルライフをそういうふうに楽しむ。それすぐソーシャルライフになったところでもうしょうがないも問題だらけなんです。
そういうことであなたの人生2つに割ってください。ノコギリで。ソーシャル私とプライベートな私と。で、プライベートだから世間みんなでありますね。世間に見せる顔と自分の本音というの。あれはとっても汚いんですね。世間にいい顔を見せて本音が鬼も怖くなるほど鬼側なんですね。これがもう絶対ダメなんですね。仏道ではそうではなくて、パーソナルライフ、本音の言い方はすごく清らかで、道徳を守って、優しくいる。これ、ソーシャルライフになった途端、優しくいたら困る時も出てくる。例えば、ファミリーライフの場合は、怒鳴ったり叱ったりすることも一緒になる。それはやる、ソーシャルライフだから。やって、自分のパーソナルライフの場合は、いつでも優しく、明るく、楽しむ。だから世間では誰だって二面性持ってますけど、それには全く違う二面性は仏教的に提案できるんです。だからどうしても我々はもう無理やりにでも道徳戒律を読うんです。それはパーソナルライフは美しい心に入れ替えたいんです。鬼も怖くなるほどの鬼顔ではないんです。初期に後半でね、自分と外側の世界で問題が起きなるということもないでしょうかとね。まあそれにはそこは中道的な超越度的な答えがあるんです。我々の執着があるから問題なんですね。自分に関係あるんですね。だから問題なんです。関係なかったら問題じゃないんです。例えばある子供が家出しまったと。突然起こって出て行っちゃったと。一人で生活できる年齢じゃないやと。まだまだ12歳やと。で、ニュースで聞いても別に困らないね。なぜかというと自分の関係ないんだから。その12歳の子は自分の子供だったらもう耐えられないね。ちょっとした問題ではない、その場合は。もう耐えられない。大丈夫か、どこにいるのか、ご飯食べたのか、誰かのひどい目に遭ってないのか、あるいは車にでもはねられたんでしょうかとか、川にでも落ちたでしょうかと。もうそうするともう耐えられないぐらい苦しみが生まれてくる。乗り越えられない問題が起きてくる。しかし、引っ掛けは至って単純です。あるいは私の子なんです。ニュースで聞いた子は日本の子供ではなかったと。聞いたらどうですかね。それでわかるでしょ。執着が問題ないの苦しみが来るっていうことが。だから執着なくなった人にとってはパーソナルライフもソーシャルライフも同じなんです。問題は解決するんだけど別にまあ当たり前のこと好かれませんね。解決できる問題できない問題も知っていて解決してあげてもまたこの人はまた問題作るんでしょうとそれも知っていてまあすっごい気楽にいられますね。ですからできることなら執着を
減らした方が安穏にはなりますね。で、あなたはね、社会、ソーシャルライフっていうのは問題の連続以外何もないっていうことを理解しておけば結構なんとか乗り越えられると思います。はい、答えは以上です。はい、ありがとうございます。質問です。我々の脳は情報という無常ではない変わらないものを用いて思考しているので、なかなか無常が理解できないのでしょうか。あべこべな質問のような気もしますがと。まあ私も同じこと言ってますけど、この情報は無常なのに、脳みそというよりは心ですよ。脳自体も無常だからね。で、だから心がそこは固定した変わらないファクトとして取っちゃうんですね。だから無常は真理なのに心にはそれわからないっていうことになってるんです。それってね、地球は丸いのに我々には平らでしか経験できんね。どうしても平らなんです。飛行機に乗って下見ていてもやっぱり平らなんですね。なぜならば我々の目はそういうふうにできているんです。目にはある小さい範囲しか映らないんですね。そこはフラットに映りますね。そのように心はデータを概念にしますから、概念っていうのは変化しない固定したものってなってしまうんですね。だから人は無常を理解しないという問題が出てくる。質問があべこべじゃないんですよ。はい、以上です。はい、ありがとうございます。